めぐるさんは一体どこに？稲本さんのところ。俺もたまたまスマホを持ってたからたまたま見ただけなんだけど。経歴詐称。経歴って誰の？めぐるの。全部嘘だったんだって。ちょっと押すなって。それはこっちのセリフ。本当に面談室の中にいるのか？面談さんたちに連れて行かれたところを見たからそのはずだけど、声全然聞こえないね。さすがライゼンプロダクションとテールウィンドオフィスが技術の粋を集めて作った合宿所なだけあるよね。防音が完璧だ。おい、今足踏んだの誰だ？ごめん、わざとじゃないよ。お前は気にならないのか、明石。面談室に連れて行かれたのお前のライバルだろう。明石君は経歴詐称の件どう思ってるの？まだ本当に経歴詐称したって決まったわけじゃないよね。ただゴシップサイトの書き方的には 99% のある。一体どこからどこまでが嘘だったんだろうな。ねえ明石、話聞いてる？昨日まで喧嘩してた相手がいきなりこんなことになって腹が立つのはわかるけど、でもこういう時こそライバルとして何かこうさ。できました。できたって何が？壁に耳あり、鍵穴にマイクあり、初号機プロトタイプバージョン 1.5 です。壁に耳あり、鍵穴、なんて？初号機なの？プロトタイプなの？バージョン 1.5 なの？どうでもいいよそんなこと。なんで今そんなもの作ってるのって話。今だからです。いいですか？音は空気の振動が耳に届くことによって生まれます。どんなに密閉された場所でも空気がある限り振動からは逃れられない。だからですからこのマイクを鍵穴に差し込んで内部のかすかな音の振動を拾うんです。本来ならもう一つ便利な機能を持たせたいところですが、今回は時間もないことですし。あれ？どうしたの？鍵穴がない！まさかこんな初歩的なミスをするなんて。なんだ？一人で勝手になんか作って勝手に落ち込んで忙しいやつだな。そもそも鍵穴から音聞こうとしてただけなら空気の振動の説明言ったか？明石、めぐるのことちゃんと気になってたんだ。はい、もちろん。経歴詐称のことは驚きましたけど、もしかしたらめぐるさんにも何か事情があったのかもしれませんし、それに僕にあんなに言葉を尽くしてくれた方が何も考えずに経歴を詐称するなんて考えられない。信じてるんだめぐるさんのこと。ウィウィウィ、分かってんじゃんか明石。何がですか？何？なんでその機械無知みたいなとこついてるの？マイクです。鍵穴に刺す予定でしたから長めに作りました。ちょっと鍵穴だってそこまで長くないんじゃ。どこから材料調達したんだよ。プレイルームの使われていないものを借りました。すごい、意外と大胆だな。でも結局使い道が。だったらあそこはどうだ？あれは通気口？どんなに密閉された場所でも空気がある限り音の振動からは逃げられない。なら空気の通り道は音も通り放題だろ？かっこよく言ってるけど、これナチュラルにどうぞ。それは一旦しまっておこう。どうだ？待ってください。まだマイクが面談室まで届いて。めぐるさんそろそろ本当のことを話してくれませんか？あなたが経歴を詐称した本当の理由を教えていただきたいんです。本当の理由か。それでそちらの見立ては？ぶっちゃけると
俺たちは今メグルンがこのオーディションをめちゃくちゃにするためにわざと分かりやすく経歴詐称して騒ぎを起こしたんじゃないかってとこまで考えてる。もちろん極論ではあるが、騒ぎを起こすためにわざと。つまりそういう行いをされる心当たりがあるということか。心当たりでもあるのか。うん。無言は肯定とも取れるぞ。なんと恐ろしい。そうだな。これはただの間違いだ。間違い？オーディションの申し込みの時に書類を書き間違えちゃったってこと？そう受け取ってもらっても構わない。構わないって、それじゃわざと間違えたって意味にも取れちゃいますけど。でもめぐる、ずっと明石の味方してた。アクシデントしようとしたのも明石成長するため見えた。オーディションめちゃくちゃしたいだったらめぐるが明石に協力する。おかしいよもう。そうだね、俺もそのことが気になってる。誤解しないでほしいんだけど、俺たちだって闇雲にメグルンを悪者にしたいわけじゃないんだよ。こちらにも人を見る目くらいはあるからな。めぐる、なんでこのオーディション受けた？なんでとは？めぐる、悪い人違う。きっと何か全部理由ある思う。私にもお聞かせいただけませんか、めぐるさん。あなたがこのオーディションを受けた理由を。誘われたのだ。生意気なわらべに。わらび？賛成じゃなくてね。わらべは子供のこと。古い言い方だよ。芝居小屋で下働きをしている、なんというか妙に人を食ったところがあるわらべだった。そいつが俺に言ったのだ。あんたは舞台に立った方がいい。その素質があると。思えば初めて会った時からおかしなやつだった。役者が急病で倒れたからとたまたま通りがかった初対面の俺に代役を頼んできたのだから。めぐるさん、一体誰の話をしているんですか？そうだな。案内人はどう思う？なんだ？めぐるは何の話をしてやがるんだ？さあ、おかしい。どうかした？いえ、ただ今の話どこかで。メグランさ、お願いだから素直に事情を話して。このままじゃ君オーディションに負けるどころか追放になっちゃうよ。本当にそれでいいの？俺がいなくなったら我がライバルは自動的にネイビー担当のアイドルになるということか。それも悪くない。どういうこと？めぐるさんはオーディションの勝ちを譲るつもりなのか？ダメだよ、そんなこと。絶対にダメだ。そうだ。オーディションは全力で競い合うことに意味がある。身を引く、遠慮する、それはライバルに対する侮辱そのもの。自分が言われてるわけじゃないのに胸が痛いなーなんて。クックも胸ギューなった。めぐるさん、改めて聞きます。あなたはなぜ店の経歴でこのオーディションを受けたのですか？本当のことを教えてください。本当のこと。そうだな。俺はただ間違えた。他に理由はない。本当にそれだけだよ。もうメグルンとの面談って本当骨折れる。何本あっても足りないって感じ。稲本氏、今日のところはここまでにしてみてはどうだ？ゴシップサイトの記事はもう出てしまってるしね。焦らない。一休み。そうですね。
今日のところはここまでということで。というわけですので、そちらで聞いている皆さんも各自自室へとお戻りください。これか。盗聴の罰則はレッスンの時しっかり払ってもらいますからね。おい、バレてるじゃねえか。うち知らない、関係ない。明石が勝手にやったんだし。変わり身早っ。たく一体どこからこんなものを。とにかく今引くよ。めぐるさんは分かっている。身の振り方は自分で決める。行こう、明石。ドアが開いたら明石が盗聴してたってバレちゃう。はい。よし、今日はここまで。お疲れお疲れ様でし様でしたた。明石、はい。大丈夫？とは。いや、だからめぐるのこと、今日レッスンにも来なかったし、メンターに聞こうにもみんななんだかバタバタしてたし。だからミケラ、今日はずーっと明石をチラチラ見てたんだ。優しいね。別にそんなんじゃなくて、とにかく心配とかしてない。そんなに力いっぱい否定しなくても。にしてもめぐるさんどこに行ったんだろう。昨日は部屋にも戻ってないし。まさかもうインターナートを出てったとか？ここでではなく、ここにいたんですね。ではなく、あと。お、どうした？何が言いたい？とりあえず深呼吸だ。深呼吸。どうだ？ありがとうございます。昨日からずっと言いたかったことがあって。ほう？めぐるさんでも間違えることがあるんですね。これだから我がライバルは面白い。ここで何をしてるんですか？ああ、最後に懐かしいものが見たくなってな。これ僕も見たことあります。どうしてここに？どうやらライゼンプロダクションゆかりの舞台だったらしい。そうだったんですね。僕はこの映像を見てアイドルを目指して、これを最後にということは、めぐるさんはオーディションをやめてしまうんですか？そうだな。まだ案内人に正式に伝えてはいないが。それでいいんですか？おかしなことを聞く。俺が辞めればお前はアイドルになれるというのに。それはだって、とにかく困ります。課題のダンスだってめぐるさんがかけたら完成しません。ファーストのドキュメンタリードラマを見た時も思ったよ。ライバルが脱落すれば自分がアイドルになれるのに、あの子らは誰一人それを受け入れない。最後まで競い合いたいと選択する。間違えないことが正しいことでも、正しいことが正解なわけでもない。そう言っていたのはめぐるさんです。少しだけ昔話をしてもいいか？昔々のお話だ。四方を山に囲まれた狭い谷に小さな村があった。人は皆助け合い、肩を寄せ合って暮らすとても
とても良い集落だった。ある年、いつもなら切り裂るような雨の季節に、ただの一滴も谷を潤す恵みは降ってこなかった。川は干上がり、田畑は枯れ果て、それはひどい飢饉が起きた。幾人もの人が死に、決して言葉では言えないような悲劇が続いた。また雨の季節が巡ってきた。しかし文字通りそれは巡ってきただけ、雨が降ることはなかった。そんなある日、村に一人のまじない師が現れた。そいつは言った。この飢饉から村を救う手立てがあると。そして差し出されたのは小さな肉片だった。人魚の肉だ。これを食べた者は魂が汚れ、永遠に安寧を失う。しかしそれと引き換えに雨を操る力を手に入れる。まじない師の怪しげな言葉を振り切るほどの余裕はすでに村にはなかった。これを食べれば村に雨を降らすことができる。けれど魂は汚れ、安寧を失う。それが何なのかは分からなかったが、肉を食おうと名乗り出る者はいなかった。皆恐ろしかったのだ。誰が肉を食うのか決まらないうちに幾日かが過ぎ、ある日村に前触れもなく雨が降った。人々は驚き喜んだ。そして安堵した。誰も人魚の肉を食べずに済んだ。誰も魂を汚さずに済んだと。しかし人魚の肉をしまっておいた祠の中は密かに空になっていた。夜が更け、そっと村を後にする男がいた。男には家族がなかった。赤子の頃山に捨てられていたのを村人が拾い、代わる代わる親代わりとなった。村に恩を感じていた男は密かに人魚の肉を食い、雨を操って飢饉から救ったのだった。終わりですか？あ、そうだ。でもどうした？随分と不満そうだな。村は救われました。でも人魚の肉を食べたその人はどうなんでしょうか？男はもともと村の生まれではない。村にとってはいてもいなくても元より変わらぬ存在だ。そんなのダメです。どうして？いてもいなくてもいい人なんて、そんなのダメなんです。また泣いてくれるのか？また？そんな風に悲しんでくれたやつがいたことを思い出したよ。待て！どこに行く気だ！まさかお前が人魚の肉を食うなんて。なんでそんな！これなら村の他の誰かが犠牲にならずに済む。誰も悲しまずに済むんだ。なんでそうなるんだよ！お前の犠牲は？俺の犠牲？悔しいよ。なんてお前はいつも間違えてばかりだ。自分のことをちゃんと知ろうともしないから。だからなぜ泣く？俺は正しい選択をした。何も間違えていない。間違えないことが正しいことでも、正しいことが正解なわけでもない。俺はお前が必要だってこと、お前にちゃんと分からせてやれなかったのが悔しい。何がダメだったのだろう。どこが間違いだったのだろう。
ずっとそれを考えてきた。気の遠くなるような時間が過ぎ、何度朝と夜を繰り返しても答えがわからない。もしかしたら生まれた時からずっと間違えていたのかもしれない。そう思うようになっていた。それは昔話に出てきた男の人の話ですか？それとも再び得た大切なものと向き合う時間を失いそうになって初めて自分の間違いが何だったのかに気づいた。愚か者の話だよ。あの時のお前の言葉の意味が今痛いほどよくわかる。話の流れがよくわかりませんが、とにかくめぐるさんは後悔しているということでしょうか？そうだな。今は何より後悔している。だったら諦めない方がいいです。めぐるさんの失敗はきっとまだ取り返せます。間違えたのなら自分自身を見つめ直してまた挑戦すればいい。そう教えてくれたのはめぐるさんです。いや、俺の言葉からその答えを導き出したのは明石自身だ。そんなのどっちでもいいです。大切なのはめぐるさんがもう二度と後悔しない選択をすることです。俺が後悔しない選択？さあ行きましょう。どこへ？稲本さんのところです。今から正しい経歴を伝えて謝りましょう。大丈夫です。僕も一緒に行きます。怖いなら一緒に謝れます。謝れば許してくれるだろうか？許してくれるまで一緒に謝ります。だから大丈夫です。それがもし取り返しのつかないことでも。経歴間違いが謝っても取り返しのつかないこととは思いませんが、そこまで言うのなら一緒に取り返してみせます。どうやってってそうだ、タイムマシーン。僕はメカニックです。タイムマシンでも何でも作ってめぐるさんが間違う前に止めてみせます。いつか必ず。もちろんオーディションに負けたという失敗は取り返してあげられませんよ。そうか、タイムマシンか。そうか。ならば俺は明石がタイムマシンを作って己の失敗をチャラにしてくれるまで精一杯努めよう。要、お前が教えてくれた歌と踊りで。それまでよろしく頼む、我がライバル。で結局めぐるんの経歴詐称疑惑は書類上のミスってことで謝罪文を掲載して終了。めぐるんはオーディションを最後まで全うすることに決めたと。はっきりしないことは多かれと。稲本さんが OK を出したんだもんね。クックあべこべ言わない。それを言うならつべこべだね。課題のダンスもうまくいったし、ひとまず一件落着ってね。当人同士の顔を見れば何より納得できる。いたメンターの皆さん、最後に我ら候補生お手製の昼食会だ。方々にはだいぶ心配をかけたからな。全くもってその通り。はいつべこべ言わない。楽しみだな。お米ちゃんと炊けた？実はそのことでいいアイディアがあって。それ聞きたい。興味深い。めぐるさん。案内人。この度のこと改めて申し訳ない。迷惑をかけた。いえ、書類審査の段階で気づけなかったのはこちらのミスです。力になってほしいと頼まれたのにこちらが面倒をかけてしまったな。
それは一体誰から？あいつの言った通りだな。自分に似てきっと不器用なところがあるからと。けれど自分に似て人を見る目は確かだからと。もしやそれはそうだな。確かによく似ている。限界なんて超えてこう Nobody の決めた思いを叶えるために今行こう Wake me up この瞬間立ちはだかる高い壁は突破して目指すのさ New One 全て超えてけるはずさ It's your turn 燃えてる life 火花散らしながら Go fast 全てをかけて勝ち進むだけビリビリを背負いけるところまで Hey now突き抜ける衝動 We rise to the top